日本で唯一毎日走っている寝台列車があるって知ってますか？その名もサンライズ瀬戸出雲。2023年9月に東京から倉敷まで人生初の寝台列車で移動してみました。予約方法や争奪戦になるシャワーカードの攻略法、発生したアクシデントなど実際に乗ったからこそ分かった体験談を余すことなくお伝えします。まずは予約から。チケットの発売は乗車日のちょうど1ヶ月前の午前10時。当日は9時55分から JR 西日本の予約サイト、E5予約にログインして待機してました。発売開始と同時に操作して10時1分に個室の中では一番安い B 寝台ソロを確保できました。降りる駅は倉敷にしました。広島方面に向かう際に最も長くサンライズ出雲に乗っていられる停車駅です。料金は2570円でした。そして迎えた乗車当日はあいにくの雨。そんな中、発車前にもやるべきミッションが一つありました。そう、シャワーカードの確保です。サンライズは夜9時25分頃に東京駅に入線するので、10分前の9時15分にはホームに到着しました。ここで重要なポイントが一つ。シャワーカードの販売機があるのは3号車と10号車なんですが、10号車の販売機に一番近い乗車口は実は11号車のドアです。ホームに到着した時点ですでに10人近くの列ができてました。そして夜9時25分、帝国通りにサンライズが入線。乗り込んですぐ無事にシャワーカードをゲットできました。値段は330円です。ちなみに、この後発車前にもう一度販売機を見に行ったらもう売り切れてました。絶対にシャワーを浴びたい人は入線前から並ぶのが確実です。それでは、今回泊まった部屋を紹介します。B 寝台ソロの部屋がある10号車の通路はめちゃくちゃ狭く、人とすれ違うときはどちらかが体を横にしないと通れないくらいでした。今回の部屋番号は16番。ソロは2階建て構造になっていて、16番は上の部屋でした。小さな階段を上ると、大人一人が足を伸ばして眠れるベッドに、布団、枕、寝巻きまで用意されています。荷物スペースとハンガーもあり、コンセントも完備。一晩過ごすだけなら十分ですね。そして地味に安心なのがこれ。内側からはもちろんのこと、外側からもナンバーキーで施錠できるんです。部屋を開けてトイレやシャワーに行くときも安心です。出発まで15分あったので、車内を探検してみました。まずは最後尾へ。あいにくの雨でしたが、記念撮影している人が 4,5 人いました。せっかくなので記念に1枚自撮り。そして10号車にはドリンクの自動販売機を発見しました。ただし、アルコールとおつまみは売っていません。車内でいっぱいやりたい人は、乗る前に買い込んでおきましょう。続いて、ミニサロン。車窓を眺めながら食事や歓談ができるスペースです。そして忘れちゃいけないのがシャワールーム。10号車の自動販売機の向かいにあります。車内にはトイレも洗面台もあって、想像以上に快適に過ごせそうと感じました。夜9時50分、帝国通りに東京駅を出発。普段乗る電車より目線が高くて見慣れた景色も新鮮に見えます。本当はずっと車窓を眺めていたかったんですが、実は翌朝から尾道から広島までの 120km を歩く瀬戸内ジャーニーウォークに参加するため寝巻きに着替えて早めに就寝しました。ちなみに10号車はモーター音が気になるという声もネットで見てたんですが、それはあまり気になりませんでした。ただ、寝心地は悪くなかったんですが、初めての寝台列車に興奮してなかなか寝つけず、また、もともと乗り物酔いし安い体質なので、ちょっと酔った感じはありました。それでも、目をつぶってじっとしていたら、いつの間にか眠ってました。翌朝5時、突然の車内放送で目が覚めました。なんと、東海道線内の大雨の影響で、約35分遅れで運行中とのこと。実は倉敷に早く着いたら、尾道で朝ラーメンを食べようと思ってたんですが、その夢は、この瞬間に儚く散りました。ただ、乗り継ぎ救済もちゃんとあって、姫路駅から始発の新幹線みずほ601号鹿児島中央行きの自由席に乗れる案内放送も流れてました。乗り換え案内で調べたところ、
このままの遅れ具合なら9時30分締め切りの瀬戸内ジャーニーウォークの受付時間には間に合いそう。このままサンライズに乗り続けても大丈夫なことがわかり、一安心です。まあ、もう少し眠れる時間が増えたとポジティブに捉えました。外も明るくなってきたので、楽しみのシャワータイム。シャワー室は大人1人なら十分な広さで、脱衣所にはドライヤーも完備されてます。使い方は簡単。脱衣所で服を脱いで、シャワーカードを挿入するだけ。タイマーに6分と表示されてシャワーが使えるようになります。ボディーソープとリンスインシャンプーも用意されています。で、実際にシャワーを浴びてみた結果、残り時間は2分52秒をストップボタンでお湯を一時停止できるので、時間を無駄なく使えました。走る列車の中で浴びるシャワー、最高に気持ちよかったです。遅れはさらに拡大して、結局45分遅れで岡山駅に到着。でも岡山といえば、あれですよ、あれ。名物、サンライズ瀬戸とサンライズ出雲の切り離し、岡山駅に到着すると、連結部にはあっという間に人だかりが、停車時間が短いので、係の方が手際よく作業を進めていきました。高松に向かうサンライズ瀬戸とは、ここでお別れです。サンライズ瀬戸を見送ったら、乗り遅れないように、すぐにサンライズ出雲の車両に戻りました。朝7時35分、予定より約50分遅れて、倉敷駅に到着しました。出雲に向かうサンライズ出雲とも、ここでお別れです。到着が遅れたのは残念でしたが、これもまた旅です。いざ列車を降りてしまうと寂しさを感じるくらい終始ワクワクが止まらない人生初の寝台列車でした。この後、山陽本線への乗り換えも無事に成功して、9時30分締め切りだった瀬戸内ジャーニーウォークの受付にもギリギリ間に合いました。結果的に東京から広島までの移動そのものも非日常を味わえる旅として楽しむことができました。また絶対サンライズ瀬戸出雲で旅をしたいと思います。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次の旅でお会いしましょう。